にちは、佐藤ささらです。こんにちは、高橋です。今回も引き続き、ここマウリッツハイス美術館で作品を見ていきたいと思います。前回は、イタリアネートな風景画、ということで、オランダの画家たちがイタリアに旅をし、そのエッセンスを取り入れてできた作品たちを見ましたね。彼らは、異国の地で目にした山並みの景色やローマ時代の遺跡を、黄金色でドラマチックに描いていたよね。風景画は、旅が難しかった当時の一般の人々にとっては、見知らぬ世界を知る貴重な一手段だったでしょうね。じゃあ、早速ここにある風景画を見ていこうか。そうですね。この絵は、ヤーコプ・ファン・ロイスダール作の、漂白場のあるハールレムの風景、という作品だそうです。これは前回見たイタリアネートな風景画とは描かれ方が全然違いますね。キャンバスの3分の2以上を占める青々とした空とそこに広がる巨大な雲。そして、平坦な土地の遥か地平線にまで続く街並みは、金色に染まる山あいの景色を描くイタリアネートな風景画とは全然違っているね。少し小高い丘の上から、風を浴びながら眺める景色って感じですかね。そうそう。ベンチとかに座ってしばらく眺めたくなる景色だよね。手前の方には、これは何をしているんでしょうね。白い布を干しているように見えますが。これは、雨布の漂白をしているみたいだよ。この作品の舞台であるハールレムの街は、当時漂白が一大産業だったんだって。漂白が？そうそう。ここで漂白されていた雨布が、フランスのパリまで運ばれて下着として大量に使われていたみたいだね。大量に？というのも、当時のパリの水は汚染されていて、清潔でいるためには体を洗うのではなく、白い下着に着替えることが必要と考えられていたみたいだよ。でもなんでオランダの雨布だったんですかね？それは、ハールレムの漂白技術がかなり高いものだったからみたいだよ。そうなんですか。漂白技術の高さの理由としては、砂丘でろ過された水や酸化したミルクなど、使用する材料が漂白に適していたこと、また、仕上げでラピスラズリを青の顔料として用いていたことなどが考えられているみたいだね。それもあってだろうけど、この地域を示すホラントという名称が、平織りの雨布の俗称になっているみたいだね。っていうかよく知ってますね。いやね、さっきググったらちょうど、18世紀フランスにおける漂白、洗濯技法、という題名で発表された内容を見つけてね。そこで詳細に論じられていた、当時の各地域の漂白手法が、非常に面白かったので一度紹介しました。動画の概要欄に、発表内容へのリンクを貼っておくので皆様もぜひご覧ください。内村里奈先生、大変参考になる論文をありがとうございました。この場を借りて熱く御礼申し上げます。ありがとうございました。で、絵に戻るけど、この絵はやっぱり雲の濃淡が素晴らしいよね。高く飛ぶ鳥と合わさって、空の高さや迫力を感じますね。そうそう。つい目で追っちゃうやつね。しかもよく見ると、遠くには風車もあるし、オランダらしい風景ですね。ほんとだ。結構な数が描かれているね。これだけ雄大な景色を描いているってことは、ヤーコプはこういう感じの風景画の専門だったの？ですね。確かにこのテーマでもいくつか作品を作っていたみたいですが、他のテーマもあったみたいですよ。そうなの？例えば、こっちの作品とか。これです。これは、ベントハイム城の眺めという作品ですね。これは高い山の上にそびえ立つ城を下から眺める構図だから、さっきの作品とは違った迫力があるね。この作品でも、大きく雲が描かれていることでさらに高さを感じますね。そしてこのお城もなかなかに特徴的だよね。オランダって平坦な土地ってイメージだったから、こういう風景は想像できなかったよ。いやこのベントハイム城はオランダじゃないですよ。さっきの絵が描かれたハールレムから東にずっと向かって、ドイツとの国境を越えたところにあるみたいですよ。そうなんだ。確かに、お城の下に描かれている小屋は、梁や柱が外に出ていてなんとなくドイツらしい雰囲気はするよね。実際のところ、こういうスタイルの建築はオランダを含めて近隣の国で見られるみたいですけど、確かにドイツって印象はありますよね。ヤーコプはこのベントハイム城を他にも描いているみたいですね。そうなの？アムステルダム国立美術館に収蔵されている作品を見つけましたよ。どれどれ？これです。この作品にはさっきの小屋が描かれていないね。そうですね。あと、その小屋の周辺の描かれ方も異なっていますね。確かに、木も生えていないし、さっきは川だったところを羊飼いが歩いているね。一体どういうことなの？どうやら、これらの絵に描かれている山は実際に存在しなかったようですよ。つまりヤーコプはこのベントハイム城の高さを強調するために、山を作り出したんだね。そうみたいです。そしてそれをさらに強調したのがこれですね。これはアイルランド国立美術館に展示されているものです。ちょっと離れているとはいえ、随分と強調したね。これらの作品を描いた時系列がはっきりしないのですけど、ヤーコプは自らが目にしたこの城の迫力を何としてでも伝えたかったんでしょうね。そうだね。
ここに展示されている作品は近くで見上げた時の迫力、最後に見たアイルランド国立美術館の作品はなかなか近づくことができない大きく高くそびえ立つ城って感じかな。同じ作者でこれだけ違うとなかなかに面白いですね。ね、こうやって比べてみるのもいいね。じゃあ、次はこの隣の作品を見ようか。そうですね。この作品は、メインデルト・ホッペマの農場にある木立だね。大きな木々が目を引きますね。これ、ごく自然に木が描かれているけど、近づいてよく見るとものすごく手間をかけているね。確かに、濃淡を分けて描かれていて、影になっている部分もたくさん色が使われていますね。そうそう。光が当たっている部分と同様に影になっている部分も、葉の一枚一枚の色の違いが分かって、うっそうと茂る木々が美しいね。あと、ところどころある。日の光が葉を透かすように照らしている描写は素晴らしいですね。人も色々描かれているね。右下の人たちは旅人に漁師と、あとは奥にいるのは鳥の行商かな。そうですかね。道沿いの家々に売り歩いてるのかもしれませんね。そして少し左に目をやると、ボートを浮かべて遊んでいる子供たちがいるね。のどかな風景ですね。全体を見てみると、この絵は人々からは少し離れていますね。こうやってじっくり見てみると、様々な音が聞こえてくるような気がするね。と言いますと、私がイメージしたのは、美しく輝いた木々の葉が擦れる音と、少し離れたところから聞こえてくる、人々や動物たちの声かな。なるほど。旅人と同じように休みながらこの風景を眺めているようですね。そうそう。こういう日常を感じる風景って好きなんだよね。好きそう。そろそろ次の作品を見ますか？そうだね。じゃあ、この作品。これは、ヤンファン・デ・カテレの、船のある海景、ですね。海景ってことは海なんだね。そうですね。たくさん船が描かれていますけど、波がとても穏やかなところから推測すると、停泊しているんでしょうね。確かに。よく見ると船の姿が水面に映っているし、とても波が穏やかなんだね。で、見上げると暗く大きい雲が広がってる。雲が船より大きく描かれているのと、水平線が低めに描かれているから広々とした印象を受けますね。真ん中あたりはよく見ると、水平線じゃなくて街が描かれているね。本当だ。湾に出ているのは右の方なんですね。そうそう。霞むくらいだからかなり遠そうだね。船に目を向けると、これは何の船だろう。網があるし漁船とかかな。確かに仕掛けのようなものがありますね。じゃあ、こっちはどうだろう。この真ん中の船は豪華ですね。そうなると客船ですかね。確かにそれっぽいね。小さいボートに乗り換えて浜へ向かっている船がいるもんね。右側に見える船も客船のようだね。乗客らしき人たちが乗ってるよ。こうやって見るとなかなかに面白いですね。当時の人々の暮らしが垣間見えるのがいいね。じゃあ、そろそろ次の作品を見ますか？そうだね。そうしよう。次は、この大きい作品だね。これはニコラース・ピーテルス・ベルヘムの、ゼウスの幼年期、という作品ですね。この小さい子があのゼウス？そうだと思いますよ。ゼウスって聞くとどうしてもヒゲが濃くて筋骨隆々ってイメージがあるからさ。確かに。彼にもこんな時期があったんだね。すっごい可愛いね。そしたら残りの2人は両親かな？それが違うらしいですよ。そうなの？ここに描かれている女性は、彼の養母だったアマルテイアだそうですよ。ゼウスの父親であるクロノスは、自らの立場を子供に奪われると知って、子供が生まれると次々に口の中に飲み込んでいったみたいですよ。何それ怖い。ゼウスの母レアは、末っ子のゼウスを救うために石を身代わりとして夫に飲み込ませ、その後アマルティアの元へゼウスを預けたようです。お母さんのとっさの起点がすごいね。アマルティアはヤギを飼っていたので、そのミルクを飲んでゼウスは育ったようです。ほうほう。となると、この男の人が抱えているのはそのミルクかな？そうです。ヤギの角と耳を持った神のようですね。本当だ。確かによく見ると角と耳が生えてるね。あと顎ひげもヤギっぽいね。大きく描かれている作品だから、細部まで書き込まれていますね。ほぼ実物のサイズで描かれているからか、ゼウスや周りの人物の書き込みは見入っちゃうね。それにしても、この作品も真後ろにあるポッテルの、お牛、と同じように大きいよね。確かに。縦202センチ、横262センチもあるようですよ。お牛、と比べると少し小さいけど十分大きいね。確かに。誰かの家に遊びに行っていきなりこの大きさの絵が出てきたら驚きはしますね。いや、驚くどころじゃないよ。それは。そういえばさ、この作品の作者って前回聞いた気がするね。そうですね。ベルヘムは前回見た、聖マタイの証明の作者の一人ですね。この作品か。ベルヘムは神話とか宗教的な主題を好んで取り上げていたんだね。あと、ベルヘムは家畜もよく描いていたようですね。そう考えると、この作品の主題は彼の得意分野ってことだね。よし、そろそろ次の部屋へ行こうか。そうですね。
この部屋は随分小さいね。かかっている絵の雰囲気が随分違っていますよね。そうだね。あと、そこに何やら説明があるね。これは長くなりそうだから、次回にしようか。そうですね。そうしましょう。というわけで、今回はここまで。次回はこの部屋から続けていきたいと思います。コメントやいいね、広告をいつもありがとう。過去のエピソードを含めて、再生やコメントが少しずつ増えているのを日々楽しみにしています。今回もコメントやいいね、広告で応援してくれると大変嬉しいです。また、チャンネル登録やフォローをすると、新しいエピソードをいち早くお知らせできるので、そちらもぜひお願いします。それでは、また次回のエピソードでお会いしましょう。バイバイ、またね。